客先常駐でセクハラされたから弁護士使って潰した結果、嫌なら契約切るだけだぞ。全部録音してたんだけど。私は現在25歳の女性プログラマー。 SES 企業に所属していて、客先常駐で働いてる。今回の話はその客先常駐先で起きた出来事なんだけど、結論から言うとマジでクソみたいな目にあった。でも最終的には完全勝利したから聞いてほしい。本日から参ります。よろしくお願いします。新しい常駐先は大手メーカーのシステム部門、社内システムの開発と保守を担当することになった。よろしくね。わからないことがあったら何でも聞いて。このおじさんが客先のリーダーだった。45歳くらいの中年男性で、スマホ持ち。最初はすごく丁寧に教えてくれて、美人だと思ってた。このコードはこういう仕様になってるから、ここを修正するときは気をつけてね。はい、ありがとうございます。でも2週間くらい経った頃から様子がおかしくなってきた。そういえば、彼氏とかいるの？いいえ、今はいないです。プライベートなこと聞かれるようになった。へえ、可愛いのにもったいないね。ありがとうございます。容姿を褒めるようなことを言ってくる。最初は社交辞令かと思ったんだけど。今日の服、可愛いね。似合ってるよ。髪型変えた。その方がいいね。毎日のように容姿についてコメントしてくる。これセクハラじゃん。アウトすぎる。さらにだんだんエスカレートしてきて。今度ランチ一緒にどう？おごるよ。すみません、お弁当持ってきてるので。じゃあ飲み会はうちの部署の歓迎会やるから。はい、それは参加します。歓迎会は断れないから参加したんだけど。さあさあ、新人さんの隣は俺ね。勝手に隣に座ってきた。ほら、飲みな。注いであげるよ。ありがとうございます。そして酒が入るとさらにひどくなった。肩こってない。ほら、揉んであげるよ。大丈夫です。勝手に肩に触ってきやがった。遠慮しないでいいよ。俺、マッサージ得意なんだ。完全にアウトだろこれ。周りは何してるんだ？周りの人たちは気づいてたはずなのに、誰も止めてくれなかった。派遣の私が客先の正社員に逆らえるわけもなく、ただただ耐えるしかなかった。飲み会の翌日から私の態度が変わった。できるだけ距離を取るようにした。今日もランチどう？すみません、今日は用事があるので。そう。明らかに不機嫌そうな顔をされた。そしてそこから態度が表変した。このコード、何これ？どこか問題ありましたか？問題だらけだよ。全部書き直し。仕様通りに書いたコードにイチャモンをつけてくる。このテストケース、不足してるよね。でも仕様書に記載されている通りに。使用書に書いてあることだけやればいいって問題じゃないでしょ。もっと主体的に考えて動いてよ。完全にパワハただの嫌がらせじゃん。拒否されて逆ギレとか最悪。ラ。さらに周りの人にも私の悪口を言い始めた。派遣さん、ミスが多くて困るんだよね。コミュニケーションも取りにくいし。全部嘘なのに周りの人もそれを信じ始めた。職場で完全に孤立してしまった。そして最悪の事態が起きた。ちょっと話があるんだ。明日会社に来てくれるか？はい、何でしょうか？所属会社の上司から急に呼び出された。実は客先から契約解除の申し出があった。どういうことですか？スキル不足とコミュニケーション能力に問題があるって。そんな、私はちゃんと仕事してました。客先がそう言ってる以上、こちらとしても次の案件は正直今は空きがないんだ。つまり事実上のクビ宣告だった。これひどすぎるだろ。上司も何も守ってくれないのか。
実は客先でセクハラとパワハラのことを話そうとしたんだけど。まあ客先との関係もあるし、もう少し我慢できなかったのか。完全に取り合ってもらえなかった。それどころか私が悪いみたいな言い方をされた。上司も最悪じゃん。完全に泣き寝入りさせる気だ。家に帰って一人で泣いた。何も悪いことしてないのに仕事を失う。セクハラもパワハラも受けて挙句に契約解除。でもある時ふと思った。このまま泣き寝入りするのは絶対に嫌だ。絶対に戦ってやる。その意気だ。頑張れイッチ。まずネットで調べた。セクハラパワハラで戦うには証拠が絶対に必要。そこでボイスレコーダーを買うことにした。これで全部記録してやる。賢い。証拠は大事だよね。翌日からポケットにボイスレコーダーを忍ばせて出勤した。会社に着いたらすぐに録音開始。おはよう。今日も可愛いね。おはようございます。バッチリ録音できてる。そのスカート短くていいね。完全にアウトな発言。ねえ、今度2人でご飯行かない？すみません、ちょっと予定が。また断るの？俺のこと嫌いなんだ。せっかくいろいろ教えてあげてるのに。完全に脅迫じゃん。クソすぎる。パワハラとセクハラのコンボ。こういう発言を毎日録音し続けた。録音。若くて可愛いこと仕事できて嬉しいよ。録音。彼氏いないなら俺が紹介してあげようか。録音。このまま一人は寂しいでしょう。完全にプライベートに踏み込んできてる。気持ち悪すぎる。セクハラの自覚ないのか。録音。女の子はもっと愛嬌がないとダメだよ。録音。俺の言うこと聞いてれば評価してあげるから。完全に脅迫。パワハラじゃん。こんな発言が何十件も録音できた。さらにメールやチャットもスクリーンショットで保存。メールで今日も綺麗でしたね。メールで2人だけで話したいことがあります。全部証拠として保存した。2週間で録音データは50時間分以上。メールは100通以上。チャットも200件以上。証拠バッチリじゃん。そんな中、客先の別の女性社員に相談してみた。実は相談があって。何？どうしたの？客先リーダーさんからセクハラみたいなことを言われて。あなたも？ということは。実は私も同じ目に遭ってた。容姿のこと言われたり、食事に誘われたり、断ったら仕事で嫌がらせされて。同じパターンだ。常習犯じゃん。こういうやつマジで許せない。私、証拠集めてるんです。一緒に戦いませんか？本当、私も協力する。実は他にも被害者がいるの。みんなで力を合わせましょう。こうして被害者同士で連携することになった。被害者連合いいね。団結は力なり。しかし状況はさらに悪化していった。このバグ君のせいだよね。いえ、これはもともとあったバグで。言い訳するな。全部君の責任だ。残業して今日中に直して。完全に濡れ衣。もちろんこれも全部録音してる。最近態度悪いよね。もっと愛想よくしてよ。もっと笑顔で仕事しなよ。セクハラ上司に笑顔見せろとか頭おかしい。ほんとクソだな。早く潰せ。悪いんだけど正式に契約解除が決まった。いつからですか？今月末で終了。次の案件はない。君のスキルではもう案件が見つからない。悪いけど自主退職してもらえないか。つまりクビってことだ。最悪だな上司。イッチは悪くないのに。わかりました。ただしこちらにも言わせてもらうことがあります。なんだ。客先でセクハラとパワハラを受けていました。証拠もすべて揃っています。ええ、証拠。50時間分の録音データと100通以上のメール。さらに他の被害者も複数います。これから弁護士に相談してしかるべき対応を取らせていただきます。ちょっと待って。では失礼します。来たー。反撃開始。ざま
家に帰ってすぐ労働問題専門の弁護士を探した。セクハラパワハラ案件に強い女性弁護士を見つけた。すぐに相談予約を入れた。お話伺いました。かなり悪質なケースですね。証拠はこちらです。50時間分の録音データとメール、チャットの記録をすべて提出した。これはすごい量ですね。録音データを確認しますね。録音。今日も可愛いね。録音。そのスカート短くていいね。録音。俺のこと嫌いなんだ。せっかく教えてあげてるのに。これは完璧な証拠です。明確なセクシュアルハラスメントとパワーハラスメント、さらに報復的な契約解除も不当解雇にあたります。勝てます。間違いなく。本当ですか？よっしゃ。プロのお墨付き。慰謝料と逸失利益を請求しましょう。精神的苦痛に対する慰謝料300万円、不当な契約解除による逸失利益200万円、合計500万円を請求します。そんなに？被害の程度を考えれば妥当な金額です。まずは内容証明郵便で請求書を送付します。相手が拒否したら音声データの一部公開も検討します。お願いします。攻撃開始。弁護士から内容証明郵便が客先企業に送付された。慰謝料500万円の請求とセクハラパワハラの事実を記載。メールで客先企業から回答がありました。なんて。メールでそのような事実はないと全面否定です。ふざけんな。証拠あるのに否定とか。なめてんな。メールで予想通りです。では次の手を打ちましょう。メールで録音データの一部を公開する旨を通告します。メールで SNS での拡散も辞さない構えを見せます。お願いします。落とした。メールで客先企業から連絡がありました。メールで態度が一変しています。話し合いたいとのこと。やっビビってる。企業イメージ気にしてるな。た。さらに私は労働基準監督署にも通報していた。セクハラパワハラの証拠と契約解除の経緯をすべて提出。同時に客先の他の被害女性たちも一斉に声を上げた。私も被害届を出します。私も協力します。被害者は合計5人に上った。 5人も。完全に常習犯じゃん。労基から客先企業に調査が入ることになった。企業イメージを気にした客先は完全に焦り始めた。この度は大変申し訳ございませんでした。当社の社員が不適切な行為を深くお詫び申し上げます。完全に態度が変わってた。では和解条件を提示させていただきます。1、慰謝料500万円の支払い。2、和解金として追加で200万円。3、加害者の懲戒解雇。4、他の被害者全員への補償。5、再発防止策の実施と報告。承知いたしました。すべて受け入れさせていただきます。完全勝利。一気すごい。700万円ゲット。和解が成立してからいろいろなことが変わった。まずセクハラ客先リーダーは懲戒解雇された。退職金もなし。さらに自己負担で被害者全員に賠償金300万円。自腹で300万。ざまあすぎる。さらに妻にもバレて離婚。慰謝料と財産分与でさらに数百万円を失った。業界でも悪評が広まって再就職もできず。完全に人生終了。自業自得。客先企業も労基から是正勧告を受けた。セクハラパワハラ防止の研修を全社員に義務付け。さらにニュースでも報道されて企業イメージは大ダメージ。社会的制裁もしっかり。そして私の所属会社も大変なことになった。適切な対応を怠ったとして客先企業から取引停止。大手企業との取引だったから会社は大打撃。あの上司は降格処分になった。上司もざま。守ってくれなかったからな。一方私はというと700万円の和解金を受け取った。弁護士費用を差し引いても手元には600万
600万。すごい。そして別の有料 IT 企業に正社員として転職できた。年収も100万円アップ。 SES 企業から脱出して安定した環境で働けるようになった。完全にプラスじゃん。人生逆転。他の被害女性たちもそれぞれ賠償金を受け取った。みんなで勝ち取った勝利だった。本当にありがとう。あなたが勇気を出してくれたおかげ。こちらこそ協力してくれてありがとう。感動した。貫徹の力。今振り返ってみると本当に辛い時期だった。毎日セクハラ、パワハラを受けて精神的にもボロボロ。契約解除されて仕事も失いそうになった。でも泣き寝入りしなくて本当によかった。証拠を集めて弁護士に相談して戦った。その結果完全勝利できた。一致すごい。勇気がある。もし同じような状況の人がいたら絶対に泣き寝入りしないでほしい。証拠を集めて専門家に相談すれば必ず道は開ける。一人で悩まないで助けを求めることが大切。いい話だ。勇気もらった。そして今私は新しい職場で充実した日々を送ってる。セクハラもパワハラもない健全な環境で働けてる。これが当たり前の環境なんだって改めて実感した。本当に戦ってよかった。よかったね。おめでとう。ショーツ。最後まで読んでくれてありがとう。こちらこそありがとう。スカッとした。元気出た。一致お疲れ。また書き込んでね。